頼もー頼もーっす。あ、スケベ。これはスケベさん直々にお迎えっすか。ちょうどよかったっす。破っていいんすか？でも強いやつはいるっすよね。じゃあ今日は誰がいいっすかね。そうだ、あの槍持ってるちっちゃいのとかいるっすか？どっちが誰だかわかんないけど、どっちでも、なんだったら両方でもいいっすよ。なんですの、騒々しい。あ、スケベさんのおめかけその1。なんですって？私をハニーの一番の相性とおっしゃいまして？スケベさんのおめかけが何人いるか知らないっすけど、まあそれでいいんじゃないっすか。まあまあ、長尾家には見どころのあるお方がいらっしゃいますのね。今日は何のご用でして？道場破り。その獲物の多さならまあ納得できなくもありませんけれど。ふふん、これでも足りないくらいっす。槍が折れれば太刀を抜き、太刀が欠ければ刀を抜いて。スケベさん分かってるじゃないっすか。その心意気やよしですわ。それでどなたをご所望ですの？なんなら私がお相手してあげてもよろしくてよ。槍を持っていて強くて小さい、どちらですの？両方でもいいっすよ。それはおよしになった方が。でも相手が強ければ強いほど燃えるじゃないっすか。そうは思わないっすか、スケベさん、1号さん。ハニー、この方、ザクロの花とは似ても似つかぬボタンさんですわね。なんですの、ハニー、そのお顔は。どうしたっすか？かしこまりましたわ。さ、ボタン、じゃなかった。ザクロさん、おいでなさいまし。わかったっす。松葉、あとは任せたっすよ。承知。ザクロはおまけ。大将がお呼び。スケベだけでいい。ケンスケ様。
んだよ、胃腸悪いか？森一家の補給もしてくれるっつうんだから、顔くらい出しとくのが筋ってもんだろう。その辛気くせえ面は。そんな顔してたら地獄から母に笑われんぞ。バカ、あの母が素直に極楽なんぞに往生する玉かよ。あら、健介さん。協力するとなった以上は必要な補給はしておくようにと御大将からの申し付けですので。健介様、補給なんですけど玉薬も都合をつけてくださるそうですよ。金ヶ崎から全く補給がなかったから助かりました。いえ、玉薬はこちらでも貴重ですが、鉄砲はもっと貴重ですから。それより松葉ちゃん、ザクロちゃんはいつもの悪い癖。そう。それと、御大将はどうだった？まだ平気。普通にしてる。そう、ならよかった。すみません。うちの若い衆がご迷惑をおかけしているようで。何かやってんのか？健介様、悪い癖って？大丈夫なんですかそれ？死活のなら大丈夫じゃねえの？あいつが死んだら俺が仇撃ってやんよ。ザクロちゃんもその辺の加減は多分大丈夫なんじゃないかなって思っちゃったりなんかはするんですけど。大丈夫。そう信じたい。大丈夫なんですよね、健介様。じゃ、松葉はスケベと先に戻る。私も補給が終わったらザクロちゃんの様子を見てから戻るわね。健介様、お出かけですか？任せといてください。何？そう。情報は軒猿が集めてる最中。今話しても時間の無駄。
そう。加藤を大将が追い出してから使えなくなったけど、いないよりはマシ。怪しかった。裏切ったことも気づかせないくらい優秀。だから大将、加藤を信用しなかった。大将は無能でも切り捨てる。今集めてる。大将の手勢は多くはいらない。すぐ集まる。期待してないから集める。大将の考え、わからないこと多い。でも間違ってたこと一度もない。これは情報収集？話すのはアキコとザクロの担当、松葉の役目じゃない。松葉もタラスキ？それを垂らすって言うと思う。自覚がないの余計たちが悪い。やっぱりスケベ。ザクロの見る目間違ってない。腐れ縁。ザクロは攻める担当、松葉は守る担当。仲いいかは知らないけど、息が合わないと連携は取れない。アキコは過労、お金と平坦の担当。まだ垂らす？出家。大将、機嫌が悪くなると出家するって言い出す。もともと大将、漱石の実。普段は空様がいれば平気。でも、今はいないから、みんな心配してる。喋りすぎた。大将には内緒。着いた。
大将、スケベ連れてきた。遅かったわね。ザクロは？悪い癖。ちょっと抜け駆け？誰とやり合ってるの？カズハ様だったら承知しないわよ。違う。槍使いで、ちっちゃくて、強いの。槍使いで、ちっちゃくて強い。誰？ちっちゃくて強い槍使いだけでそんなにいるの？ちょっと有能な人材が多すぎるんじゃない？貴重な鉄砲だもの。火薬がないから使えませんなんて言い訳されても困るでしょ。大将、松葉はこれで。ご苦労様。大将もスケベにはらまされないよう気をつけて。あなた、松葉に何したの？そうじゃないわよ。松葉が世間話に応じるなんて珍しいって思っただけ。いい子だけど愛想悪いでしょ、あの子。なるほど。だからたらしなんて言われるのね。そのあたりは今のきざるにさせてるわ。暇だから呼んでみただけ。何よ、文句あるの？用がなきゃ呼び出しちゃダメなわけ？何よそれ、変なの。好きの反対？好きじゃないなら嫌いなんでしょ？もしくは憎いか。意味わかんない。まあそうね。使い物になるかどうか見定めようとは思ってるわ。興味を持っただけよ。その先で役立たずと判断するか殺したいほど見下すかはわからないわよ。そうね。女ったらしなところとかでしょ？確かにその点でこれ以上あなたを見下すことはないわね。もうどん底だもの。本当におめでたい考えね。そうだ、そういえば一つ聞きたかったんだけど、ここに来るまでにあなたの兵に風邪の予防法を教えてたわよね。あれは何番のやり方？よかったらそれを教えてくれない？何よ、教えてくれないの？ミノとの連絡を取らせなかったことの腹いせ？じゃあ教えなさいよ。減るものじゃないでしょ？国のみんなに？それはあるとは思うけど。
なるほどね。なんだかうまくごまかされた気がするけど、今回はそういうことにしておいてあげる。なに？ミノとの連絡だったらダメよ。ええ。半分はね。聞いた情報を役に立つか判断するのは私たちであって、あなたじゃないもの。残り半分は前にも言った通り、越後の現状を伝えさせたくないから。源助が越後にいること、そして使いを出せる立場。そのくせ織田に同盟や人質の話をするわけでもなく、健介を置いている意味。その気軽な一言で、こちらの現状がどれほど向こうに伝わるか分かってて言ってるのかしら。こんなの序の口よ。まだ必要？まだ何か聞きたいの？ずいぶんと欲張りね。はいはい。で、何よ。まさか、あの二人まで毒牙に。ザクロや松葉はあの子たちのことだし、アキコは行き遅れなくらいだから別にいいけど、あの二人に手を出したら、織田との全面戦争くらいじゃ済まさないわよ。事実でしょ？でも、天下御免のたらしでスケベなんでしょ？やっぱりそうなんじゃない。それに、あの今川のおちびちゃんだって相性なんでしょ？前科だってあるくらいだし、そんな相手が信用できると思う？怪しいわね。こう、言葉巧みに。天下御免のたらしのお家流とかでなんとかしてるんじゃないの？じゃあ、なんであの二人のことを聞きたいの？ええ、そうね。クーは大切な子よ。それこそ私の娘にしたいくらいに。アイナはアキコの娘だしね。それにクーとも年が近いし仲もいいから。この先絶対にクーを助けてくれる将に育ってくれると思う。クーには姉様より母様って呼んでほしいのよ。春日山を占領してるのがどこの誰か知らないわけじゃないでしょ。それに娘なら私の跡目を継ぎやすいでしょ。妹なんかにしたら私が死んだ後に周りがどう言ってくるか考えたくもない。私は姉様や母様より先に死んでやる気なんかないけど。どうしたの？別にこのくらい普通でしょ。織田家だって似たようなものじゃないの？
けどクーはそんな身内のいざこざで疲れた私を癒してくれるの。私を何だと思ってるの？周りは毘沙門天の化身とかなんとか言ってるみたいだけど、これでも一応人間よ。当たり前でしょ。お寺に帰りたいなんてしょっちゅう。どうせザクロか松葉あたりから聞いてるんでしょ。私が機嫌悪くなったら出家するって騒ぎ出すとかなんとか。別に隠さなくてもいいわよ。事実だし。けど今回はしないわよ。少なくともクーとアイナを助け出すまではね。あなたにはそういう相手はいないの？ケンスケ。信長だけじゃなくて？多いわね。信長のところに帰るため？なら何をするための厳しい判断？そのために春日山で恩を売るつもり？でもその割にはクーやアイナのことを知りたがったりするのね。どうして？そんなことを考えながら厳しい判断なんて言うんだもの。クーやアイナを知って情でも移ったら厳しい判断なんか余計に下せなくなるわよ。そこが甘いっていうのよ。甘々よ。砂糖菓子におしるこでもかけたくらい甘いわ。京菓子でもこんなに甘いお菓子はなかったわよ。それにさっきの大事な人の名前だって女の名前しか出てこなかったし。自覚なし？もうバカバカしい。やっぱりあなたなんて呼ぶんじゃなかったわ。気が済んだ。退屈しのぎにはなったし、もう帰っていいわよ。なに？女の子と話せれば誰でもいいの？よく回る口だこと。飛び加藤とは別の意味でうさんくさいわね。それも天下御免の条件？あなたみたいなのが他にもいるの？
母上がいないならお父上？むちゃくちゃな家系ね。もしかして妾の数はあなたより多いとか？なんでいきなり2桁で刻むのよ。3桁までいってたらそれこそ人間不信で寺にこもりそうだわ。ま、あなたがどういうやつかはだいたいわかったわ。情報が集まったらまた呼ぶわね。せいぜい厳しい判断とやらを下してちょうだい。ただいまっす。おかえりなさい、2人とも。健介隊への補給終わりました。ご苦労。それより聞いたわよ、ザクロ。抜け駆けで健介隊に道場破りに行ったんですって。バレたっす。犯人はスケベさんすか？松葉。黙っててって言っといたっすのに。ああ、そうっす。あいつなんなんすか、あのちっこいやりつかい。なんだかやたらやるやる言ってる方っす。確かあやなちゃんだったかしら。どうだったじゃないっすよ。ひらひら避けるのはわかるっすけど、こっちが手応えありって思っても傷一つついてなくてピンピンしてるんすよ。なんなんすかあれ。私も見ましたけど、あれは不思議でしたね。そういうお家流なのかしら。興味あるわね。けどこっちも最後まで立ってたから今日は引き分けっす。勝負なんて最後まで立ってた方が勝ちっすよ。次はもう一人のやりつかいとやらをボコボコにしてやるっす。なら楽しみっすね。ちょっと、次に行くときは私も誘いなさいよ。大事な戦いを控えているのですから、二人とも無茶だけはしないでくださいね。わかってるっすよ、ネオン大将。もちろんよ。絶対わかってないでしょ二人とも。私もいい加減出家しようかしら。